元祖はこっちですめちゃくちゃ綺麗。ちゃんとなんか純正っぽいですね、これ何本入るんですか？7本。あとこれラップポン。ラップ本はい。デメリット強いて言うならはい、ということでですね、今回はですね、こちらクレアの方のね紹介をねさせていただこうかなと思っております。今回もねオーナーズレビューになります。結構ね久々のオーナーズレビューです。でクレアもね実はあんまりクレアで紹介したことなくて、2台ぐらいしかないかな。なので今回ですね、もうこれ今ね見えてるだけでもかなりねおしゃれというかインパクトのあるクレアなんですけども、こちらの方ですねオーナーさんの方に紹介していただきたいと思います。はい、ということでね早速ですけど中に入りたいと思います。はい。ありがとうございます。すいません。すいません。お邪魔します。はい、すいません。じゃあちょっとお邪魔します。いや、すごい。めっちゃ綺麗ですね、車。さすがです。はい、ということですね、今回はですね、ちょっと前にですね、僕のホイールの件で、登場していただいたエムズホイールさんです。もう車がね、クレア乗られてるんですけど、めちゃくちゃおしゃれで、もういつか撮らせてくださいっていうのをね、前々から言って、結構合うのに全然撮らないという。そうですねで今回ですねちょっとお時間作っていただきまして、今ね撮影をさせていただいております。今回ですねよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですけどもテーブル違う意味でインパクトありますね。そうですね。このステッカーこれすごいですね。これもらった方のやつを全部。最初は傷防止でこれをビニールをやったんですけど、はいはいはい。ステッカーもらうようになって、はい、ちょうどいいなと思ってどんどん中に入っていくっていう。ね、おしゃれ。ちょっとねこのスタイルあんまり見ないんで、あちゃんとうちのもここにありますね、はい、ありがとうございます。はい、こんな感じですね。今までこう出会った方のステッカーとか名刺とかですね、そうですね、挟んでいただいてるみたいです、これは純正です。これ純正のテーブルってこんな色なんですか？貼ってます。あ、そうですよね、この色じゃないですよね。真っ白で、ここもこれですか？はい。これ自分でやられたんですか？そうです。めっちゃ器用ですね。はい何でもやっちゃいます。いやすごい、よくよく見たらこれ分かりますね。テーブルの模様が違う。座席はシートベルトあるのがこっちと、2人、はい、とこっちですね。前、そうですね。6人定員。はい、6人定員の、6人就寝。クレアすごいですね。6人就寝。はい。はい、というタイプのクレアになります。内装のレイアウトですね。22でこう座れて、であとここですね。そうですね。普通に止まってる時なら座れるという、この席ですね。があります。ここあれ外してるんですか？これ外してます。なんかここに手すりというか。手すりがあって、車検の基準的にはグリップがあればいいよってことだったんで、こっちに変えちゃいました。乗り込みの時にグリップになるんで、これで別に車検も問題なく。そうなんですね。じゃあこれ純正はこれないんですか？純正ないです。純正はここにバーが刺さる。はいはいはい。なんかこれ純正みたいですね。そうですね。ちょうどいいのがこれいいですね。あったんで。この車ですね、ちょっと後々分かってくると思うんですけども、とりあえずカスタマイズがすごいです本当にもう何から何まで手を入れるというスタイルなんで、めちゃくちゃおしゃれです。してここでも外すだけでだいぶすっきりしますよね。そうですね。結構子供が2人で座ったりする時とか、結構バーはね抜けばいいんですけど、割と食いますよね、スペース。走ってる時カタカタうるさくて、なんかないかなと思って。そういうことですね。とりあえず外すとこから始めました。これ後ろのこの黒い、これってこれは充電ケーブルとかよく使うんで、そういうのだけすぐ取り出せるように。もうこれビス打ちしてあるんですか？打っちゃってます。すごいおしゃれ。すぐ使いたいものはいいっすよね、こういうなんかパッと出せる。意外とキャンカーってこういう収納はあるんですけど、一回出すのめんどくさいんですよね。小物入れがこういうパッと出せるタイプで、こちらがこのガーランド。これもしかしてまたデニムですか？これもデニムですね。この後ねちょっとね紹介するんですけども、デニム生地他にも出てきます棚のこのデザイン、これ違いますよね。これも純正じゃないですよね。貼りました。すごいな。なんか純正っぽいですよね。そうです。なんかありそうですもんこれ。真っ白もいいんですけど、元は真っ白。元真っ白です。明るくていいんですけど、やっぱりなんかちょっと高級感がないな。でダイノックシートっていうのは建材に使ってるやつとかで、これもそうです。これもそうっすよね。
最初はもう傷防止で貼り始めたのが最初ですね。あ、これ両面やられてるんですね。そうです。これもこれもそうです。すごいですね。でちょっと今もういきなりねキッチン側見ちゃってるんですけど、もうこれね、はい、タイル、はい、九州にもクレア乗ってるユうスケさんという方が、はい、YouTube やられてるんですけども、パクったやつですよね。そうです。ユうスケ自分で言ってたんで僕パクりましたね。それぐらいかっこいいですこれ、はい、元祖はこっちです。あの人がもう自分でパクりますって言ってパクったやつです。これももう自分で貼りました。あ、これ自分でやったんですか？自分でやりました。セラミックタイル買ってきて。すごっ。こういうのって全部一回やっぱ窓とかって取るんですか？取らないです。枠だけ外して。もうこれ枠も外さずにやりましたね。もうじゃあ目合わせっていうかこう貼ってってどうなるか分かんなかったですけど、2年乗って剥がれてくることもないんで、もう結構最初のうちにやられたんですか？もう買ってすぐぐらい、半年ぐらいの時に、油跳ねが嫌だったのと、やっぱちょっと殺風景だったんで、なんか白い色を入れたいなと思ってワンポイント入れました。かっこいいですね。でこの上のここのラックも後からですよね。すぐ出したいものとかをしまうのに。これ外れるんですか？これ外れます。これレールになってるので。おお、いいですねいいですね。こんな感じでレール式になってます。そうです。で戻す時も普通にそのままガラガラと。そうです。走行中だけこうフックかけとけば出てくる。これすごい。めっちゃ考えられてる。好きなんですね、車いじる。そうですね。基本的に。いやすごい。ここがキッチンになってまして、基本的にはここのシンクと、これってガスのあれついてる？これはガスついてます。宅地の CB 缶のガスでやってますね。ちなみに使ったことあります？使ったことあります。ちょこちょこ。本当ですか？じゃあ結構普通に使える。そうですね。普通に使ってます。もう多分スポンジが置いてあるってことは水も使いますね。使いますね。使ってる人だとこのスポンジっていうのはなぜかねみんなここに置くんですよ。CB 缶の位置も元はこっち下だったんですけど、ちょっと実は移動してて。そうなんですか。移動なんてできるんですか？移動しちゃいました。元はここに奥に横置きで置いてあったんですけど、やっぱ物出し入れするのに邪魔なのでしちゃって、今こっちにここに引っ張ったんですか？シビカ縦にそこに。すごっ。これめっちゃいいじゃないですか。そうですね。ちょうど高さもギリギリ大丈夫だったんで。あんまりね頻繁に付け替えするものでもないし。そうですよね。でストックも一緒にこの中しまっておけるし。これめっちゃ考えてましたね。これもちなみに言えばやってもらえますか？できます。ここだけ穴一箇所開ければホース通るんで。こういうカスタムいいっすね。確かにこのスペースって何とも言えないですよね。そうなんですよね。何しまうみたいな。ちゃんとなんか純正っぽいですね。ありがとうございます。でその分じゃあここにスペースが取れた。そうですね。こっち食器とか使うものをこっちに。いいですね。全部しまってバッグに。こういうよく使うもの。これ調理器具とかこういう。すごっ。ちなみにこれ撮影今日するとかもほとんど決めてなかったですよね。決めてないです。いつもこの状態。いつもこの状態です大体。すごいですね。いつでも見せられるスタイルですね。これちなみに今ちょっと棚見せてもらったんですけど、その奥って何ですか？こっちはラップとか。縦置きできるもの。これはこれでいいですね。こういう使い方が。そうですね。便利ですね。こっちはカラトリー関係よく使う。いやすごいですね。もう撮影前に片付けたかのような綺麗さですね。これいつもこんな綺麗なんですか？いつもこんな状態ですね。正確ですね。うちでは絶対考えられないです。でこちら上がスイッチですね。そうですね。こっちがスイッチ。これ標準ですか？これ標準です。電源ですね。インバーター。これ真ん中のこれなんですか？これは下の照明。下の照明。こんな感じなんですね。これって。実はこれも色変えてます。元は純正って真っ白なんですけど、なんかあれですよね。ちょっと暖色系のやつに張り替えました。電球色系ですよね。電球色の。かっこいい。これこっちもですか？そっちもです。かっこいいですねこれ。なんか高級感あっておしゃれ。夜見ると結構いいっすよね。これも入れ替えてるんですか？上も入れ替えました。ここなんかあれなんですか？難しいんですか？最初白だったんですけど、なんか皆さんよくこうなっちゃうっていう、黄色に変色しちゃう。最初はだから白と暖色でいい雰囲気だったんですけど、そうなんですね。だんだんと色が。こ
変えるとなると結構大変な家具をやっぱそうですよねこれ。できないんで。これちなみに今天井の方抜けてしまったんですけども、なんか僕の上になんでかあれこれどういうことですか、このはしご？はしごはそこがベストだったんですよね。なんかしまうとこないかなと思って。このぴったり置けるもんなんですね。ぴったり置けちゃいました。純正のラックの部分を使って、引っ掛けてこっち側に。ちなみにこれ落ちたことってあります？落ちたことないです、一回も。じゃあこれ意外と平気なんですね、これで。全然大丈夫です。でこれ釣り結構やられるんですか？釣りはそうですね、ちょこちょこ。はい、僕釣りは全然素人なんであれなんですけど、これもやっぱ長さとかいろいろあるじゃないですか。対象魚によって全部違ってきちゃうんで、これはブラックバスって湖の魚用ですけど、海でもちょっとした釣りだったら使えますし。すごいですね。これ何本入るんですか？7本ですね。でこれ後ろまでそのまんま。そうですね。でもちゃんとこの中間にも止めてるんですね。やっぱこう垂れないように。やっぱしまうとこがね、なかなかキャンピングカーってないので。そうなんですよね。実は入るようで入らないですよね。そうなんですよね。長物は特に。ここちょうどいいなと思って。こんなのあるんですね。乗用車用のやつをこれもちょっと加工して。これクレア乗りじゃなくてもできるんですか？できます。スペースさえあれば。こんな感じで釣り竿が車内に吊るされてるという新しいスタイルです。意外と高さも全然ね、当たらないですよね、この高さだったら。レンジとかも普通に置くんで。はい。全然問題なく。そうですね。開閉がちゃんとできるレベルで高さが揃ってますね。全部大丈夫ですね。これちなみに照明ってなんか2段重ねになってる。照明は元のやつがちょっとあまりにも眩しすぎたんで。1枚上にってことですね。面発光って言ったらいいのかな、つぶつぶじゃないやつをたまたまドンピシャのがあったんで、これをつけました。配線だけつないで。これいいっすよね。これ消すとどんな感じですか？これはタッチセンサーで、一応これで調光ができる。だんだん暗くみたいな調光ができて、あとここからは 100% に戻せるんですね。でこれあれですよね。照明消した状態でも下をつけるとなんか間接照明みたいな。夜寝るとき意外とこれだけつけて。やっぱそうですよね。いいこれかっこいい。ちなみにこれ僕も同じ部品買いました。この後つけます。いいですね。ありがとうございます。消し忘れが結構あるんですよね。夜はわかるんだけど、昼間になると逆に見えない。確かにそうですよね。ついてたっていうのが結構。そう、これでもね、この純正のこの照明は実はあんま使ってないって方が今まで多かったんですよ。かなり多かったんで、こういう使い方ができるっていうのはね、これもですね Amazon で売ってます。でこのリンクもね概要欄に貼っておきますので、ぜひですね皆さんチェックしてみてください。はい、そうしたらこの棚の中とかって見せていただけます？大丈夫です。まずはじゃあそちらのもうこれはすごい性格がもろに出てますね。めちゃくちゃ綺麗。これはもうラックも自分で測って。そうですね。ぴったりすぎますね。ぴったりなんです。ブレーキフリーな。これはそう関係ないんですいやなんかそれが入ってるところがなんか車屋さんっぽいな。車の中ちょっと汚れたらパーツクリーナーっていうのは車屋さんあるある。こっちに行くとこっちは調理器具とかかな。結構こっちはガラッと変わるんですね。外で使う食器とか。これタグ丸入るんですね。タグ丸入ります。これジュニアの方ですけど。縦にして。これ炊飯器です。炊飯器とあと上がホットサンドメーカーかな。たまにしか使わない調理器具とかはこっちに入れます。でも入るんですね。初めて見ました。これタグ丸入るんだ。じゃあこっち側は結構物があれですね。日用品と調理器具ってことですね。ペーパー、ストックとか。でこれクレアってエアコンが後ろだからか、ここにも棚あるんですね。そうですね。こちらの棚って何入られてるんですか？これは大丈夫ですよ。あるあるですよ。出てくるのは。こっちはたまに外で使うものかな。入ってすぐ取れるような虫除けとか。ですかね。あとこういうランタンとか。外からパッと取れるようなものをここによく入れてますね。そうか。ここだったらギリギリ靴を脱がずにいけるスタイルですね。一段上がって手伸ばせばなんとか取れるかな。そういうことですね。なるほどなるほど。ちゃんと考えられてますね。ありがとうございます。でこのままこっち横行って電子レンジがあって、レンジあって
ちは食器とかはいはいはいカはい。メラとかコップ関係とかこういうあ、いいですね。はいでもちゃんとみんなケースに入ってて。の、ははいい、あとまあなんかコーヒーとかスープとか、はい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 。使い方綺麗ですね。はい、でこれ奥が、僕はまあゴミ袋とかはい。この辺もちょっとした調理器具とか、おお、はい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 。まあ、このギャレーでよく使うものをこの辺に置いてる感じ、なんか本当あれですね。ギチギチ感ないですね。まだ全然うん、詰めれば入るぐらいの。詰めれば全然入ります。でこれあれですもんね。先ほどの引き出しに繋がるんですもんね。そうです、こちら下は、はい、これちなみに冷蔵庫ってこれ冷蔵庫、はい、これ何リッターぐらいなんですか？これは純正なんで、70だったか70リッターぐらいですか？な、はい、何も入ってないですかっこいいっすね飲み物ぐらいしか入ってないんですけど、おお、いやでもこれめっちゃ入りますね。入ります入ります。冷凍庫も大きいし。冷凍庫も使えるです。両開き結構使います？うん、使います。寝てる時とか、ちょっと喉乾いたなっていう時は、はいはいはいもう上からこう手伸ばせば届くんで。確かにいちいち降りるのそうなんです。降りては反対側っていうのは、だからなんでここ両開きだったんだろうなと思って全然意味わかんなかったんですけど、こういうことかと。喉乾いた時に、あ、これ両開きで正解だなっていうやっと実感できた。確かにみんななんで両開きなんだろうって言いますねこれ。こっちから開けることないでしょうと思ってたんですけど、なるほど、はいそういう使い方ですね。うん、いや狙い通りな使い方をされているってことですね。そうですね。後ろがこう鏡が、あ、これマルチですか？ここマルチです。うちはトイレがメインですかね、使い方は。あとはまあ、はいちょっと洋服かけたり。ああ、はい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 。これシャワーついてるんですか？シャワーつけました。すごい。はじゃあボイラー付き？い。ボイラー付きです。いやすごいですね。クレアシャワーだ。まあここでシャワーというより海行った時に外で、あ、こっから出して。そうですね。外でシャワーやりたいんでつけたっていうはいはいのと、はいはい。あとこれラップポン。ラップポンです。すごいですね。もう何でもついてますねこの車。ちなみに外部シャワー使ったことはあります？この中で。ここではないです。あ、この中ではない。外に出しては。すごい。こんな感じです。はい外部シャワー。あ、じゃあこれ、そういうことですね。これのボイラーのスイッチがじゃあこれなんですね。そうですね。でもボイラーは使ったこと実はなくて、ただボイラーつけると清水排水タンクが大きくなるんですよ。それでつけたんですよね。なるほど。じゃあここのボイラーはもう、そうですね。もうこれはもうブレーカー落としちゃってます。まあ使おうと思えば使えるけど、使おうと思えば使えるけど、まあ使うことが今のところないみたいな。そうですね。一回空だけやっちゃって、はい。ぼや騒ぎが実は車内でぼなんかやぼや臭くないって始まって、したらこれオンになってて、はい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 。空だけやっちゃったんで、あ、じゃあもうこれは抜いちゃおうと、もうブレーカーブレーカー落とししちゃって、もう単純にタンクのためだけに今ついてる状態です。まあでも確かにタンクでかいっすよね。うん、容量入ると。そうですね。ってことはこれこっち側のタンクははい。別ですか？それとももう一式？60リッター60リッター。60です。あ、じゃあもうこっちのタンクもそこに繋がってる。つながってます。はあ、いいっすね。はい。いやまさかのボイラー付きでした。なかなかボイラークレア見ないんで。そうですね。でこれ後ろが、後ろはセミダブルですね。X なんで。いやいいっすね。まあじゃあ基本はここでそうですね。寝られてる感じですか？はい。ちなみに後ろの棚とかって大丈夫ですか？はい。ここは、はい。こっちはお風呂、あ、違う、ここはとかお風呂セットとか、こああ、はいはい、普通に温泉とか行く時のそのまま持っていけるやつですね。っちタオルか。ああ、綺麗っすね、本当に。よく使うお風呂に行く時用のバスタオルとか。なんかデモカーみたいですよね。なんか電磁車みたいな使い方ですよね。はい。棚は反対にもある。反対にもあります。あ、そこラックがあるんですね。ラックがあって、あれもしかしてあ、これキヨちゃん。きよちゃんじゃないですか。はいこれキヨちゃん。きよちゃんの CD がこんなとこで飾られております。いつも一緒に寝てます。きよちゃんに言っておきますね。はい。で真ん中にはい。エアコンがあっ真ん中にエアて、コンがあって。こっちも同じようにポケッこっちはトそうがあっですね。ての、まあハンガーとかと冬物、ジャケット積みっぱなしのジャケットとか、ああ、はいはいめったはいはいに使わないはものだけどあったらいいよねっていうのを積みっぱなしにできるやつ。い。そうなんですね。意外とそうなんですよね。キャンプ場とかそう高知だと寒いっすよね。寒いよね、上着ないよねっていうのがなり何ますよね。回かあったんで、はい確かにじゃあ確かに。一個積んどこうっつってそれは間違いないですね積みっ。ぱなしにしてあります。はいでちなみにこのクレアといえばのこのバンクベッドがあるじゃないですか。はい。これ使わないんですか？バンク使います。あ、こっちも使うんですか？あ、こっちはじゃあ娘ちゃんとかがこっちそうですね。子供連れてった時とかはバンク使ってます。あとまあ娘が後ろで寝ちゃう時もあるんで、ああ、はいはいはそうした時は俺がバンクい。でもこれいいっすよね。本当男の人でも全然平気なぐらい高さあるんで、これクレアの強みなんですよね。はい
両方ちゃんと使える。これあれですね、真ん中挟む椅子。そうです。白鳥の椅子ですね。宴会シートです。この間使ったやつですね。そうです。ちょっと動画は撮ってないんですけどね、実は先日この車で宴会をしてますのでこれちょっと出してもいいですか？あ、いいです。あ、これはH&G さんです。シェードこちらですね。僕も使っている H&G ファクトリーさんですね。シェード。こんな色あるんですか？これ新色って言ってたかな。あ、本当ですか？初めて見ましたよ。この色。なんかゆうすけさん用じゃないですかこれ。そう、だから内装色合うやつがいい。そうですよね。これ同じ色ですよ。いいよって言って。はい。こんな色あったんだ、知らなかった。おしゃれ。これやっぱ全然これいいっすよね、あると。あると全然違います。こちらも概要欄貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。で、これですね。これはナッツさんで買えるやつです。これ1個作るだけで全然違いますよね。これも僕はこれ後から買ったんで、この足付きのタイプなんですけど、新車時に買うとここに受けがつくんですよね。でただこの板の部分だけ乗せれば使えるっていうやつで、もうピタッとはめるだけでこういう形で。これだけで一気に。そうですね。ここ座れるとでかいですよ。大きいですね。で冷蔵庫も普通に使えるんで。これちなみにここもあるんですか？本当はここもあります。この。そうですよね。なんでテーブル下げてベッド展開してここを2個引くと、まあ大人。そうですね。ここでも寝れるってことですね。大きめの大人でも2人は余裕で。このシートも実はあんまり見たことなくて、この拡張。これいいっすよね。これいいです。すごい。これ1個あるだけでもだいぶ人数が多く座れる。この間も本当これで全然余裕でしたもんね。そうですね。結構オプションもあれですけどカスタムが多いからあんまりオプションが目立たないというっていう感じでちょっとですねこちらですねの方紹介していただきました。でこれちょっとね内装のね番外編ではないんですけども、このねフロントもすごいのでちょっとねこちらも皆さんにねお見せしようかなと思っております。まずこのドアね、これベースカラーどこ行っちゃったんですか？ベースカラーはこの辺にちょっと名残が。これはあえて残したんですか？これは今ちょっと違うのをつけるのにまだ手つけてない状態です。じゃあこれからこれは何かしらに化けるってことですね。そうですね。いやすごいですね。これも艶消し？艶消しとあとはこっちはボディと同じ塗装方法で。あ、そうなんですね。じゃあこれボディ同色の白ですか？ボディ同色です。しかもスピーカーもねしっかり入っております。これちなみに中身もしっかり入ってるんですよね。入ってます。17センチのセパレートのスピーカーですよね。この辺はみんなご自身でやられるんですか？自分でやりました。いやすごいですね。中もこんなような形ですね。そうですね。ツートンの色が分かれてまして、それも上は塗ってないですけど。これ標準ですか？標準の黒で。で下が白で塗ったんですね。そうですね。グレーのとこだけ白く塗り直した形ですね。いやかっこいいっすよね。でこの真ん中のサイコロ、これはもう完全にムーンアイズですよね。そうですね。これ分かる人には分かるやつですね。分かる人にはカスタマイズする系統で分かるアイテムですね。そうですね。このまま下に降りてきて、これウーファーですか？そうです。このゴミ箱の後ろに隠れているのがウーファーです。これなかなかウーファーもタンカーで入れてる人っていないですよね。いないですね。しかも割と大きいの入りましたねこれ。そうですね。13だったかな。この辺もみんなご自身で。そうですね。でも何でもできますね。ここがシート。これもね僕も初めて見た時にこんなシートあるんだと思って、これは普通に市販で売ってるってことですよね。市販で売ってます。オーダーというかセミオーダーみたいな形で、生地色4色とステッチが8色だったかな。で好みのパターンで作れるんで。いやかっこいいっすよね。これきっちりしてるんですよ。全然ダボダボ感もなくて、本当ね張り替えたかのような綺麗さなんで、このシートかっこいいです。ちょっと概要欄の方にですねリンク貼っておきますので、ぜひですねこちらもこれは普通に市販で買えるということなので、ご興味持ってね方はぜひ見てみてください。これ真ん中は作りました。肘掛けは。これはオリジナルってことですね。やっぱ肘置くとこがないんで。なるほど。それでこれですね。そうですね。なんで木をホームセンターで買ってきて。そういう手作りですね。そうです。すごいですね。でこの肘掛けの部分だけこれ、同じようなデニムのもともとこれランチョマットです。なるほどここだけ別のやつなんですね。そうです。ランチョマット切ってここ完全に DIY ですね。そうですね。
ほんとねセンスがいいですよね。これ、はい、ハンドルもハンドル変えてます。これは何のハンドルですか？これはボクシーですね。やっぱ大きくてサイズが純正が、はい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 。で結構駐車場で左から乗り降りすることがあったんで、はい、ちっちゃくしたいなと思ってて。これコントローラーも使えるんですか？コントローラー今ちょっと繋いでないですけど使えます。すごいですね。カムロードなんでハイテク。このパターンなかなか見ないですね。そうですね。おしゃれで、これハンドルカバーも同じとこで作ってもらって。いいですね。統一感があって、ここだけ見ると本当カムロードじゃないみたいですよね。シートのデザインという。そうですね。でちょっとね、もうほぼシェルの方に入っちゃうんですけどもスピーカーがねここについてて、これも標準じゃないですもんね。これも入れました。これもみんな DIY で。そうです。ちなみになんですけど、こういうのも言えばやってもらえるんですか？できます。ということです。内装のカスタマイズもやられております。はい。いやすごいおしゃれ。はい、ということでですね、この運転席助手席周りもですね珍しいというかかなりおしゃれな車でしたので、ちょっとねいつもあんまり紹介しないんですけども、こちらの方ですね、紹介をしていただきました。はい、そしたらちょっと先ほど内装を紹介してもらったんですけども、もう外装見るからにやってますよね。やってます。これちょっといろいろと教えていただきたいんですけど、はい、まずマスク、はい、これそもそもクレア、クレアなんで、はい、もともとはここがダクトが3段なんですけど、はいはい、もう最初からこの絵を描きたかったんで、1段埋めちゃいました。あ、なるほど、はい、だからハテナマークなんですね。クレアハテナなんですね。じゃあそれをもう成形というか1段埋めて、はい、ちなみにこれ自分でやられたんですか？これは板金屋さんの方、板金屋さんの方でオーダーして、はい、でこの下のこのエアロはこれはノーマルですか？これもオプションです。オプションのフェイスパネルとバンパーセットのオプションバンパーですね。いやいいっすね。でもうこのピンスト、もうこれはもう買う前からそうですね、こうしようという、最初からこうしたかったんで、はい、もう新車の注文の時にステッカーも貼らないでくれって。あ、なるほど、はい、どうせ剥がすから。どうせ剥がすんで焼けちゃうとやっぱ色変わっちゃうんで、いやすごいですね。ステッカーは貼らないで。こうよく見たらナンバープレートもそうですね。そうですね。こちらエムズホイールって書いてあるんですけど、はい、こちらまた後ほどご紹介します。ホイールですね。クロームメッキのホイール作られておりますので、もちろんカムロードのでここにも大きく、これももう最初からあれですか、こんな感じにしようかなと。そうですね、ロゴを入れたくて、はい、なかなかキャンカーでこんなカスタマイズする人いないですよね。でこれよく見るとワイパーもミラーも同系ですね。全部同色です。いや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 、かっこいい。これ塗りですか？全部塗装で同じ色に。いやすごいですね、真っ白。反対側のミラーもちなみにこんな感じで真っ白です。でこのミラーの裏もピンストが、はい、いいっすね。これちなみにピンストってもう手書きで？そうです。ピンストライパーって書く人がそれぞれいるんですけど、はい、僕がお願いしてる人のもうセンスとそういう感じなんですよね。そうです。こんな感じでお願いしますみたいな。なんとなくイメージだけ伝えて色だけ選んで、なんでこれもエムズホイールの M と W を入れてっていうイメージ伝えてできたのがこれなんですよ、ね。そう言われてみると確かに M に見えてきましたね。うん、ちゃんとそういうなんかイメージを伝えて、あとはもうその各方の頭の中で、はい、デザインしてもらったのがこれっていうことですね。はい、はい、でこれ横もピンストが入ってドアのところ、これここも塗ってますね。バイザーも塗ってます。これも塗ってますよね。はい、いやいいっすね、かっこいい。でなんて言っても目玉はこれですよね。はい、このホイール、はい、これはエムズホイールさんで。そうです。僕が自分の車を買った時にどっかが出してるかなと思ってたらどこも出してなかったんで、はい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 、自分で作り始めたのがスタートです。なるほど、はい、そこからそうですね、クローンメッキを何人かやっぱり作ってっていう声があったんで、はい、それを仲間内でこう作っているうちにこうホイールを販売するっていう形になっていったっていう感じですね。これちなみになんですけど、ホイール自体は、はい、これは普通の純正をベースなんですか？そうです。国産トヨタの純正ホイールを使って加工してます。はい、なんでじゃあもうこれはもう本当に今皆さんが履いてるカムロードのホイールをベースにして、はい、クロムメッキ化ができるってことですよね。はい、これね僕もね実はこのホイール履いております。もうねめちゃくちゃお気に入りです。
このねクロムメッキのね輝きがやっぱ他にはないんで、うん、これ前もいいですけど、これ後ろいいですよね。後ろがいいですね。後ろがもうなんかリムみたいな感じになって、こんな感じなんですよね。これね実は別の動画でですね撮影させていただいてて、僕がねちょうど履く時のところをねタイヤ交換とかも一緒にやっていただいております。ぜひねそちらの動画もチェックしてもらえると嬉しいです。これちなみに中って黒に塗られてるんですよね。塗ってます。ハブのところを黒く塗って。これってエムズホイールさんって買って、はい、取り付けを頼むとやってもらえるんですか？やりますでこのインパクトのあるホイールを少し下がるとまたね出てくるんですよねマフラー。はい、これはちなみに何のマフラーになるんですか？これバイク用ですね。バイク用のマフラーですか？はい、アメリカンのバイクについてる、はい、ここのパイプの部分だけがうちのちょっと工場に転がってたんで。なるほど。これでも合うんですね。合うっていうかもうそうですね、無理やり加工してる感じですね。無理やり加工してパイプだけきれいにつなげてあげて。いやかっこいいっすよね。最初こっち側だけだったんですけど、はい、高速走ってる時にピー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 笛吹いちゃって、多分排気量が足らなかったんですよね。あ、そうなんですね、はい、それで反対側も。そう、これはもう実はですね反対のこっち側にもついてるんです。じゃあこれはリアルマフラーなんですね。これデュアルです。いや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 、デュアルでしかも飾りじゃないんですね。本当に本当にマフラーなんです、はい、まさかの飾りじゃなかった。真面目なマフラーでしたこれもバイク用ですか？こっち側。これはアメ車用ですねこっちはアメ車用。アメ車用の面白いですね。バイク用とアメ車用で。バイク用とアメ車用、決してカムロードではない、カムロード用ではないです。トラックにつけてる人は多分いないんじゃないかなこれちなみになんですけど、そういうカスタムもやってるんですか？やってます。それも全然、例えばこれ今動画見ている方とかがお願いしてちょっとやりたいんですけどって行けばできなくはないですか？できなくはないです。要相談みたいな感じで、はい、キャンピングカーの外装のカスタマイズもできるお店っていうのはなかなかないと思いますので、ご興味ある方もうこの車見ていただければ、この車でやってることできるんですよね。できますということなので、はい、ぜひですねチェックしてもらいたいです。なかなか国産のキャンピングカーでこういうカスタマイズされてる方って日本でも少ないと思うので、こっち側もそうですね、こんな感じでギラギラです。でこっちもやっぱ同じですね。ドアのところがピンスト入って、いいっすよね。ピンストライプ入ってるいます？まだ2台ぐらいしか会ったことないですね、キャンピングカー。そうか、1台います。あれですもんね、はい、お客さんというかもう来ていただいた方の中で、ボーダーでお互いインスタでは知ってたんですけど、はい、まさかキャンピングカーにピンスト入れてる人なんかいないよねってお互い思ってたら近くにいたってそう、そんな出会いがあったということなので、もしかしたら今後ピンストライプが入ったキャンピングカーが増えるかもしれないので、ぜひですね皆さんもご興味ある方は聞いてみてください。あとオプション的なところでいうと、このオーニングですか？そうですね、サイドオーニングドメティックのドメティック、これを最初に標準というか新車時に注文してつけてもらいました。オーニングはですね使う方使わない方結構分かれますので、こちらは結構スタイルですねに合わせてつける方が多いかなと思います。あとは普通のオプションってあります？外装でいうとソーラーパネルぐらいですかね。屋根のですね、200一発がオプション。あ、そうか、ソーラーがオプションなんですね。そうですね、はい。他はもう全然、あとはもう後付けですね。はい。ちょっとね内装もだいぶおしゃれだったんですけども、外装もね、つうかむしろ外装がすごいこんなにすごい外装がすごいキャンカーなかなかないです。僕もね今まであった中でだんだんと進化するという。終わりはないですよカスタムはいじり始めるとあれもこれもになっちゃうんで、なかなか今格言が出ましたね皆さんもこの外装を見て興味がある方はですね概要欄の方にですねエムズホイールさんのインスタ貼っておりますので、チェックしてみてください。そうしましたらこの車全体の紹介と、あとですね外装、めちゃくちゃかっこいい外装の紹介ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとなかなか今までの見てきたクリアとは違うスタイルだったので、自分でやるのは難しいかもしれないですけどね、ぜひですねエムズホイールさんに、はい、基本やってもらえる、やりますし、やれる範囲ですね。はい、なのでぜひですね概要欄の方チェックしてみてください。最後ですね、これちょっと皆さんにお伺いしてるんですけども、はい、キャンピングカーを買ってよかったなって思うメリットと、はい、ちょっとここ違ったかなって思うデメリット、はい、で最後にですね、故障というか、はい、なんかそういったトラブルというか、そういったものは過去になかったか教えていただきたいなと思ってるんですけども、はい、良かった点ってあります？そう、車
云々っていうのはもちろんあるんですけど、やっぱり良かったなって、一番良かったなって思うのは人とのつながり、いろんな人と出会えて、いろんなとこに行けてっていう人のつながりができたことがキャンピングカーって一番良かったなと思います。はい、逆に今まではあんまりそういうのって、アウトドアは好きだったんですけど、はい、あんまりこう出かけることってなくて、もうじゃあ本当家族でみたいな。そうですね。まあ仕事もちょっと忙しかったりとかで、はい、なので、そうですね。子供との時間が増えたっていうのと、はい、人とのつながりが増えたっていうのがキャンピングカーって一番実感で良かったなって実感した部分ですね。なるほどなるほど。そうですよね。確かによくみんなと会うようになったりとか、それこそね、僕ら一緒にエムズホイールさんも提供していただいてますけど、キャンバケとかやらせていただいたりしてますので、本当そういうつながりみたいなものができましたよね。それがやっぱり一番、僕の中ではキャンピングカー買ってよかったなっていう一番のところですね。なるほど、ありがとうございます。それはなかなか聞けない話だとよかったです。で、逆にちょっとキャンピングカー通して、車体とかの話でもいいんですけど、デメリットというか、なんかこれどうなんみたいなのってあります？強いて言うならお酒飲む量が増えました。それ体重増加ってことですかね。これね、僕も何とも言えないですね。みんなにどんどん丸くなるねって言われるという。それもデメリットなのかどうなのか分からないですけどね。確かになんかあれですよね、出先でいろんなもの食べたりとか、今まであんましなかったことをするようになりますよね。体重管理というところデメリットということで、よく聞く話なので、ありがとうございます。もう一点ですね、こちら結構そういったトラブルとか過去にございましたら、なんか教えていただきたいんですけども、いかがでしょう？車のことでいうと、トラブルってそんな大きく何か壊れちゃったとかっていうのは今までないですけど、こういう本当こういう照明がですね、この辺のがよくあるちらついちゃったりとか、このつぶつぶ LED ですよね。3つだけ点滅してるとかっていうのはたまに。ボーンも一緒なんですよ。これよくつぶつぶが点滅するんですよね。照明でもちなみにこのつぶつぶぐらいですか？点滅したの。そうですね。ダメになったのはそのぐらいですかね。あとあれですか、先ほど言ってたこの色がちょっと変わってきちゃったっていう。でも別に支障があるものでは、支障があるわけではないですけど。じゃあ本当それぐらいで、故障というかトラブルというか、その気になるのはそのぐらい。そうなんですかね。ちなみに今どれぐらい乗られてるんですか？2年半ですね。2年半？僕と一緒ですね。そうです。4月だったんでちょうど2年半です。本当ですか？じゃあ僕のボーンの2ヶ月先ぐらいであれなんですね、納車だったんですね。そうですね。なんか意外と共通点ですね。なるほど。じゃあその間で何かあったっていうのはこのつぶつぶ照明ですね。そうですね。車で言うと、あとは乗ってて困ったとかっていうのは、結構ねどこでも行けちゃうキャブコンなんですけど、Google マップとかだけ頼りに行くと意外と高さ制限が引っかかったりとか、キャブコンでもやっぱ多少下調べじゃないけど、やっぱそうですよね。もうバックもできなくなっちゃったことが過去2回ぐらいあったかな。そうなんですね。後ろも来ちゃってるしっていうのもうじゃあ本当普通車だったらスルスル行けるようなとこでも、やっぱちょっと幅があったりするので、通れないとかっていうのは、なるほど。そういったところは、逆にそれ以外は別に走行しててなんかここ行けなくなっちゃったんだよねみたいなものって特にはないですか？そうですね。出先だけぐらいですか？基本的にはないですね。本当結構思いつきでパッと行動できる。そうですよね。のがもう本当無計画で行くの僕。今日もそうですもんね。今日も無計画で。僕らのこの後の計画も無計画ですもんね。じゃあそういう意味ではやっぱ使い方としては、なんかあんまりちゃんと決めて行動するっていうよりかは、何も決めずとりあえず車乗って考えようみたいな。もう仕事終わってシャワーだけ浴びて、着替え持ってとりあえずどっか行こうかみたいなことができるのがやっぱりキャンピングカーのいいとこかなとは思います。いいっすよね。そういう使い方が一番。ありがとうございます。じゃあちょっとその辺も踏まえてになるんですけども、最後にこのキャンピングカーを買って相対的に見てまとめるとどんな感じですかね？僕仕事がもともとトラックの修理をやってるんで、キャンピングカーを乗り出してつながりができて、
まあ、仕事の方につながってる部分もあるし、買ってよかったなとしか思ってないですね。そうですよね、はい、デメリットのところがだって体重管理ですよね。体重管理だけなのでもう今のところ悪い話を聞いてないっていうそうですね、はい、いやいやでも本当ありがとうございました。そうですよね、なんかつながりっていう点は本当にキャンピングカー乗ると僕らもよく感じるところではありますので、本当そこはね共感できるというか、こんなにね車をカスタマイズしてるのに最終的なデメリットがまさかの体重管理っていうねそこだったんだと思って気をつけますいやでも本当今日はですね忙しいところお時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、今回のですねオーナーズレビューは以上になります。またですね、次回もオーナーズレビューどんどんねこれからもやっていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押してね。じゃあまたね、バイバイ。